そして東西冷戦の影響で日本の再軍事化も必要とされた。敗戦後の日本は平和主義、戦争放棄路線で話が動いていた。しかし、それも転換を迫られる。日本の非軍事化は終戦直後の総理大臣、重原喜重郎のマッカーサー訪問から始まる。この時、重原喜重郎首相がマッカーサーにこう言った。かねて考えた。世界中が戦争をしなくなるには、戦争を放棄するということ以外にはないと考える。日本の憲法にそういう条項を入れたい。マッカーサーは考える。当時の日本にはソ連と中国という脅威があった。ソ連は日本の敗戦直前に北海道まで入ってきたことがあったし、中国も日本に恨みがある。戦争を放棄すれば、日本は簡単に侵略されてしまう。しかし、敗戦直後の日本の軍事力は、ほぼ壊滅状態だった。たとえ日本が戦争を放棄しなくても、ソ連や中国が日本を侵略しようと思えば、日本にそれを防ぐことなどできない。その時ある人物がアイディアを出す。沖縄をアメリカの軍事基地にしてはどうか。というアイディアだった。沖縄にアメリカの軍事基地があれば、アメリカは中国、ソ連を含む共産圏、いわゆる東側に睨みを利かせることができる。そして同時に日本はアメリカに守られる。そしてそのアイディアを出した人物こそ裕仁天皇だった。裕仁天皇はこのことで、いつか自分が沖縄に出向いて、沖縄の人々に許しを請わなければならないと、死ぬまで思っていたと言われている。しかし、それはついに叶わなかった。そして、憲法9条に第2項を付け加えることが決まった。憲法9条の第1項は、民主国家なら、他の大抵の国で持っている条文と変わらない。だが、2項は違う。この条文は完全な戦争の放棄で、もし日本が他国に侵略された場合はどうなるのか、一切考慮されていない。ひねくれた見方をすれば、まるで自分たちが戦争を仕掛けなければ、
戦争は起こらないと。鷹をくくっているような条文だ。日本国憲法第9条第1項。日本国民は正義と秩序を基調とする。国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。そして憲法9条第2項。全項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の公選権は、これを認めない。しかし米国の、ジェームズ・フォレスタル国防長官が、ケネス・クレイボーン陸軍長官に、こう言ったと言われている。日本と西ドイツの再軍備を、そしてアメリカの人的資源の節約のためにも、日本の再武装が望ましい。主権回復後は、日本も軍事面において、国際社会に貢献するように。そして、日本の当時の総理大臣、吉田茂は、ケネス・クレイボーン陸軍長官によって、再武装を強く迫られる。しかし当時の吉田首相は、それを回避し、激しいやり取りが起こった。この時マッカーサーは、吉田首相を弁護した。しかしマッカーサーは、離任帰国直後に吉田に対して、日本は再武装するべきである、と、書簡を送っている。結局、憲法9条第2項は、今も日本の憲法に存在する。この条文は、敗戦後、75年間経った今でも、決して、日本の憲法から、消えることがなかった。太平洋戦争は、日本の庶民にとって、忌まわしいものだった。絶対に勝つことができない戦争。だが当時の旧日本陸軍は、それを認めようとしなかった。その戦争を続けるために、旧日本陸軍は庶民に犠牲を強いた。旧日本陸軍は、一戦五輪と言われた赤紙一枚で、日本の庶民の命を自由に消費することができた。東京は文字通り、焦土と化した。広島、長崎には原子力爆弾が人類史上初めて使われた。
その原子力爆弾の本当の威力は、凄まじい焦土と化した広島と長崎を自分たちの目で見るまでは、アメリカ人にもわからなかった。太平洋戦争後の日本の庶民は、家も食料も文字通りすべてを失い、庶民に残されたのは、気の遠くなるような貧しさだけだった。実は太平洋戦争、いわゆる日米戦は、ミッドウェーの海戦で、勝負がついていた。アメリカの勝ち、日本の負けは、この時に決まった。太平洋戦争は空母の戦いだった。空母を持つ者が勝ち、空母を失った者が負ける。そんな戦争はそれまでになかったが、でもそれが現実だった。そして日本はミッドウェーの海戦で6隻の空母をすべて失った。だが当時の旧日本陸軍は負けを認めようとしなかった。それどころか、当時の旧日本陸軍幹部たちは自分たちに勝ち目がないことに気づきもしなかったようだ。当時の日本海軍は強かった。戦艦の時代が終わり、これからは空母の時代になることに、世界でいち早く気づいたのも、日本海軍の山本五十六だった。だが陸軍は見かけの威勢だけのひ弱な組織だった。失敗の本質という本を読んだことは、あの本には、当時の旧日本陸軍の指導層が、情報収集ということが、まるでできなかったということが、書いてある。たとえ情報があったとしても、彼らはそれをどうしていいのか、全くわからない。連中の頭の中身は、現代のノートパソコン以下だった。ということだ。当時日本には陸軍学校があった。その学校で、成績優秀な者は出世した。だが当時の日本陸軍には、既得権益に都合がいい。縁故主義がはびこっていたし、成績優秀な者が、本当に優秀だったのかどうかは、わからない。だいたい大和魂などと、呪文のように唱えている連中が、生徒にまともな知識を教えることができたとは思えない。
確かに硫黄島の栗林忠道のような優秀な人材も中にはいた。だが栗林忠道は旧日本陸軍全体を動かすような強い権力を持てなかった。そして栗林忠道ではない。無能な旧日本陸軍の権力者たちのために数百万人の日本の庶民が殺されてしまった。太平洋戦争敗戦後、まだ生きていたいと思う庶民はその貧しさと戦うしかなかった。でも生き続けたところで希望など何もないものが大勢いたはずだ。もし子供がいれば、子供のために生きなければならないと思うだろう。しかし、その子供がこの先生き続けたところで、その子に一体何がある？当時の日本でのたれ死ぬのは簡単なことだった。だが、のたれ死にしなかった者はやがて大きな希望を手に入れることになる。憲法9条第2項だ。もう日本は戦争をしない。あの忌まわしい戦争は日本ではもう二度と起こらない。だから働けばただ働いて生きるために必要なものを手に入れさえすれば、もしかしたらいつかはなんとかなるのかも。だから日本人は働いたんだ。もう自分たちは戦争をすることがない。そのことが敗戦後の日本の庶民に貧しさと戦う大きな力を与えた。そして働くことは当時の日本の庶民にとって自由を求めることを意味した。ダグラス・マッカーサーが日本にもたらそうとしたものをこの時ついに日本の庶民は受け取った。1951年4月19日、ワシントン DC の上下院の合同会議でダグラス・マッカーサーは GHQ 最高司令官の離任演説をした。戦後、日本国民は近代史に記録された中では最も大きな改革を体験してきました。見事な意志と熱心な学習意欲、そして驚くべき理解力によって日本人は戦後の焼け跡の中から
立ち上がって。個人の自由と人間の尊厳の優位性に献身する伝道を日本に打ち立てました。そして、その後の過程で、政治道徳、経済活動の自由、社会正義の推進を誓う、真に国民を代表する政府が作られました。今や日本は政治的にも経済的にも、そして社会的にも地球上の多くの自由な国々と肩を並べています。世界の信頼を裏切るようなことは二度とないでしょう。最近の戦争、社会不安、混乱などに取り巻かれながらも、これに対処し、前進する歩みを、ほんの少しも緩めることなく、共産主義を国内で食い止めた際の、見事な態度は、日本がアジアの趨勢に、非常に有益な影響を、及ぼすことが期待できることを、立証しています。私は占領軍の4個師団を、すべて朝鮮半島の戦場に、送りましたが、その結果日本に生じる、力の空白の影響について、何のためらいもありませんでした。結果はまさに、私が確信していた通りでした。日本ほど穏やかで秩序正しく、勤勉な国を私は知りません。また、人類の進歩に対して、将来、積極的に貢献することが、これほど大きく期待できる国も、他に知りません。私は今、52年にわたる軍務を、終えようとしています。今世紀に入る前に、私が陸軍に入隊したとき、それは私の少年時代の希望と夢が成就した瞬間でした。私がウェストポイント陸軍士官学校で兵士になる宣誓をして以来、世界は何度も向きを変え、希望や夢はずっと前に消え失せてしまいました。しかし、当時兵営で最も人気が高かったバラードの一節を今でも覚えています。それは誇り高く、こう歌い上げています。老兵は死なず、ただ消え去るのみ、と。そして、このバラードの老兵のように、私も今、私の軍歴を閉じ、
消え去ります。神が光で照らしてくれた。任務を果たそうとした。一人の老兵として。さようなら。1951年5月3日。米国議会上院の軍事外交合同委員会の質疑応答より、川上は言った。嘘に決まってる。敗戦後、生き残っていた。日本の男どもの中には、死の危険や恐怖を他人に押し付けて、自分だけがうまく逃げるような連中が大勢いたはずだ。マッカーサーだって東京裁判の永久戦犯がどんな連中だったか嫌というほど見せつけられたはずだ。そして自分だけで逃げるつもりがなかった者たちは希望を失い、生きる気力を失い、苦しみだけを抱えて途方に暮れた。それに当時の日本の庶民のほとんどが旧日本陸軍による洗脳を受けていて、自由や民主主義と言われても理解できなかったはずだ。秩序もクソもあるもんか。でもマッカーサーのあの嘘は、この日本の自由のための戦いだったんだ。再生リスト17に続きます。